ゆっくり解説。没後36年。松田優作、命を削った狂気の役作りと魂の傑作ベスト10。ねえマリサ、昭和を代表する最高にかっこいい俳優って誰を思い浮かべる？私はやっぱり、あの長身でクールな雰囲気の人を思い出しちゃうわ。レイム、それは松田優作のことだろ？彼は単なる俳優じゃない。昭和に現れた巨大なエネルギーそのものだったんだぜ。鋭い眼差しと圧倒的な存在感。そして役になりきるために命を削った生き様は、没後36年経った今も多くの人を引きつけているのぜ。没後36年も経つのに、今でもファンが多いのはすごいわね。彼がどんな作品で、どんな伝説を残したのか、もっと詳しく知りたいわ。よし、任せろ。今回は優作の魂の傑作ベスト10をじっくり解説するぜ。ただし、物語の核心や結末、いわゆるネタバレも含めて語るから、未視聴の人は注意してくれよな。第10位。俺たちの勲章、1975年。第10位は1975年の俺たちの勲章だぜ。松田優作と中村雅俊という、後に大スターになる二人が組んだ、バディ刑事物の歴史を変えた一作なんだ。脚本も太陽に吠えろと同じスタッフが関わっているのね。マリサ、このドラマは普通の刑事物と何が一番違ったの？この作品の見どころは、二人が警察組織の中で最後まで厄介者として孤立し、周囲と対立し続ける点にあるのぜ。岡田真吉プロデューサーも事件を通じて大人になっていく若者の青春を描いたと語っているように、単なる完全懲悪じゃない、若さゆえの葛藤や不条理が物語の核なんだ。仲間から疎まれる刑事なんて、すごく切ないわね。最後は二人で認められて、立派な勲章を手にしたりするのかしら？いや、最終回、別れの結末は驚くほど苦いんだぜ。中野は銃撃戦に通行人が巻き込まれた責任を一方的に負わされ、司法への左遷を命じられる。彼は自分にはこれしかないとあえてそれを受け入れるんだ。一方、人情家の嵐はおとり捜査を妨害した責任を取って、自ら警察を去ることになる。栄光とは無縁の、孤独な別れが待っていたんだぜ。二人とも警察から追い出されるような形になっちゃうのね。この後、優作さんが活動を控えたのも、ドラマの孤独な姿と重なって見えるわ。ああ、撮影中の鹿児島ロケの打ち上げ後、予備校生とトラブルになり暴行事件を起こして逮捕。1年間の自粛を余儀なくされたんだぜ。でも、この挫折こそが松田優作という男の本物の孤独を磨き上げ、後の唯一無二なカリスマ性へと繋がっていったのは間違いないのぜ。第9位。アホーマンス、1986年。第9位は、1986年に公開された映画、アホーマンスだぜ。この作品は、松田優作が主演だけでなく、最初で最後の監督を務めたという、ファンにとっては絶対に外せない特別な一作なんだぜ。俳優さんとしてだけじゃなくて、監督までやっていたなんて驚きだわ。どうして彼自身がメガホンを取ることになったの？実は、最初は別の監督が撮り始めていたんだけど、作品の解釈で意見が食い違って降板してしまったんだ。そこで優作自らが監督を引き継ぎ、脚本も大幅に書き直して完成させたんだぜ。まさに、彼自身の美学が細部まで徹底的に詰め込まれた作品なのぜ。自分の理想を追い求める姿勢がすごいのね。でも、映画の内容はどんな感じだったのかしら？新宿歌舞伎町のヤクザ構想に、記憶を失った謎の男、風が迷い込むハードボイルドな物語だ。演出も独特でな、優作は引き算の演技を求めたんだぜ。例えば、今作で映画デビューした石橋亮には、演技をするなと指導したというエピソードがあるんだ。演技をするなだなんて、役者さんからすると一番難しい注文かもしれないわね。物語には何か驚きの展開があったりするの？最大の衝撃はクライマックスだぜ。銃弾を浴びた風の胸がえぐれると、そこから血ではなく冷たい機械が露出するんだ。なんと彼は、人造人間、つまりレプリカントだったという SF 的な結末なんだぜ。さらに、
360度回転するオリジナルのカメラワークなど、実験的な映像表現も満載なんだ。ヤクザ映画だと思って見ていたら、最後はサイボーグだったなんて。その発想は今の映画でもなかなかないわね。そうだろう？ただのヤクザ映画の枠を超えて、アクションから演技派、そして表現者へと脱皮しようとしていた優作の執念が感じられる、唯一無二の傑作なのぜ。第8位、遊戯シリーズ、最も危険な遊戯など。第8位は、1978年の最も危険な遊戯から始まる遊戯シリーズだぜ。村川徹監督との黄金コンビで放たれた、東映セントラルフィルムの記念すべき第1作目なんだ。結論から言うと、この作品は松田優作という俳優の肉体美とぼけたユーモアが完璧に融合した、和製ハードボイルドの最高傑作なのぜ。殺し屋さんなのに、とぼけた感じなの？なんだか不思議な組み合わせね。普通のヒーローとはどこが違ったのかしら？オフの時は雀荘で負けて追い出されるような3枚目なんだけど、仕事が始まると一変するんだぜ。物語は巨大企業の誘拐事件から始まり、やがて防衛庁の利権や政界の黒幕が絡む国家規模の陰謀に発展していく。成海は報酬5000万円のために引き受けるが、警察すらグルになった巨大な敵に一人で立ち向かうことになるんだ。たった一人でそんな大きな敵と戦うなんて、すごくハードね。アクションも相当すごかったんじゃない？ああ、伝説のシーンの宝庫だぜ。廃病院での凄まじい銃撃戦や、拉致された車をひたすら走って追いかける全力疾走は、もはやオリンピック級の迫力なんだ。冒頭の雀荘には内田裕也や柴田恭平といった豪華なメンツが揃っているし、素敵なゲームをありがとうといったキザなセリフも、優作が演じるからこそ痺れるほどかっこいいんだぜ。車を足で追いかけるなんて、まさに野獣のような身体能力ね。最後は悪い人たちを全員やっつけて終わるのかしら？殺したはずの黒幕が影武者だったりと、絶望的な状況は続くが、成海は孤独な挑戦をやめない。女に甘えず、ストイックに目的を遂行するこのスタイルは、当時の若者たちの心をわしづかみにしたのぜ。このシリーズの成功があったからこそ、後の探偵物語などの伝説が生まれたと言っても過言じゃないんだぜ。第7位、大都会パート2。1977年、1978年、テレビドラマ。第7位は、1977年に放送が始まった伝説の刑事ドラマ、大都会パート2だぜ。1年間の活動自粛を経て、優作がテレビドラマに本格復帰を果たした記念すべき作品なんだぜ。最大の特徴は何といっても、この作品で彼はアドリブ全開の軽妙な演技という、新しいスタイルを完全に開花させたんだ。本格復帰作だったのね。自粛明けで緊張していたのかと思ったら、アドリブを連発しちゃうなんて、やっぱり規格外の俳優さんだわ。ああ、彼が演じた徳吉勲という刑事は、渡哲也さん演じる厳格な黒岩とは対照的に、常に不遜でユーモアたっぷりなんだぜ。増田敏夫監督も、ああいう役者は好きなようにやらせておけばいいと認めるほど、現場での自由な発想が光っていたのぜ。特に第37話の銀行ギャング徳吉は語り草だぜ。どんな破天荒なことをしたの？逃走する犯人の車を追うために、道端にいた少年を凄んで威嚇し、自転車を強奪して猛追するというアドリブを見せたんだぜ。脚本を超えた執念と迫力に、お茶の間は釘付けになったんだ。さらに、主演の渡哲也さんを心から慕っていて、渡さんが禁煙したのを見て、ヘビースモーカーだった優作もタバコを1日15本に減らしたというエピソードもあるんだぜ。尊敬する人の背中を見て自分を変えるなんて、すごく純粋な一面もあったのね。ただの怖い人じゃないってわかって、なんだか親近感が湧いてきたわ。そうだろう？クールな殺気と、人間味あふれるユーモア。その両方を完璧に使い分ける徳吉勲という役は、まさに松田優作の多彩さを世に知らしめた不朽の名作なのぜ。第6位、それから1985年。第6位は1985年の映画、それからだぜ。
夏目漱石の文芸大作を映画化した本作は、それまでの野獣のようなアクションのイメージを完全に封印した、優作の性の演技が光る一品なんだ。この映画で優作は、唯一無二の表現者として日本映画史にその名を深く刻んだのぜ。あのアクションスターの優作さんが文芸作品だなんて、想像がつかないわ。どんな役を演じたのかしら？明治時代に親の援助で気ままに暮らす、高等遊民の長井大輔だぜ。監督は、家族ゲームの森田義満で、二人が再び組んだ本作はキネマ旬報で第一位を獲得するほどの高い評価を受けたんだ。優作は低いトーンで言葉を抑え、試作にふける知識人を熱演しているのぜ。いつもの鋭い殺気とは正反対の静かな演技なのね。物語はどんな愛の形を描いているのかしら？親友に譲ったかつての恋人道代との再会、そして許されぬ愛の再燃だぜ。特に道代が百合の花を生けていた水を飲むシーンや、ラムネを飲む場面には、息を飲むような官能的な美しさが漂っているんだ。クライマックス、思い出の百合の花に囲まれての告白シーンはまさに圧巻だぜ。百合の花に囲まれての告白。なんてドラマチックで、少し怖いくらいの美しさね。さらに面白いのが、大輔の心象風景を描いた幻想的な演出だ。走る電車の中で乗客が花火をしたり、天井のない車内から月を眺めるという非現実的なシーンが挿入されるんだぜ。社会からの孤立を覚悟して愛を貫こうとする、彼の心の葛藤がひしひしと伝ってくるのぜ。現実の中に不思議なシーンが混ざるなんて、森田監督らしいわね。すべてを捨てて歩き出す優作さんの姿、私も見てみたくなったわ。表現の深淵に挑んだこの作品は、まさに役者松田優作の転換点であり、永遠に色褪せない芸術的な名作なのぜ。第5位、よみがえる勤労、1979年。第5位は1979年のよみがえる勤労だぜ。この作品は松田優作演じる朝倉哲也という、平凡なサラリーマンと冷酷な野獣の二つの顔を持つ男の凄絶なサクセスストーリーなんだぜ。サラリーマンが野獣になるの？すごそうだけど、どうしてそんなに人気があるのかしら？実はこの作品、一階の社員が知略と暴力を駆使して巨大企業の頂点へ駆け上がる、圧倒的なピカレスクロマンとしての魅力があるからだぜ。朝倉は昼間は冴えない経理課員を装いながら、裏ではボクシングで肉体を鍛え、重役たちの汚職や弱みを握って、自らの野望のために利用していくんだぜ。自分の会社を乗っ取ろうとするなんて、今の時代じゃ考えられないほど凄まじいエネルギーね。ああ、実例を挙げればキリがないぜ。朝倉は重役を脅し、時価8億円相当、200万株もの株券を奪って大株主にのし上がるんだ。さらに、真っ赤なカウンタックで失踪する姿は、まさに自由と野望の象徴だったのぜ。スタントなしでマンションの窓の外を移動するような、優作自身の身体能力も圧巻なんだぜ。8億円の株に高級車。まさに夢を叶えたのね。でも、そんな悪いことをして、最後はどうなるの？最後は衝撃的だぜ。すべてを手にしたはずの朝倉は、愛人の京子に嫉妬から腹を刺されてしまうんだ。致命傷を負いながらも国際線に乗り込んだ彼は、意識が薄れる中で、ジュピターにはいつ着くんだとつぶやきながら絶命するのぜ。この、ドラマチックで虚無的なラストは、今も多くのファンの語り草になっているんだぜ。木星を目指していたのね。栄光をつかんだ瞬間に消えてしまうなんて、切なすぎるわ。欲望の果てに散る勤労の姿を、これほど美しく残酷に演じられるのは松田優作だけだぜ。角川映画のエネルギーと優作のカリスマ性が融合した、不朽の名作なのぜ。第4位、家族ゲーム、1983年。第4位は、1983年の傑作、家族ゲームだぜ。この作品は、それまでのアクションスターとしての松田優作のイメージを根底から覆した、シュールで毒のあるホームドラマなんだぜ。あのアクションスターが家庭教師の役を演じるなんて、今の感覚だとすごく意外な感じがするわ。どんな映画だったの？崩壊寸前の核家族の異様さを、
優作演じる奇妙な家庭教師を通して鮮烈に描き出した作品なのぜ。監督の森田義満は、優作が演じる吉本を海の向こうからやってきて家族を破壊し尽くすゴジラと定義したんだぜ。実例を挙げると、沼竹の食事シーンが象徴的だな。家族が向き合わずに横一列に並んで食べる様子は、コミュニケーション不全を不気味に表現しているんだ。さらに父親役の伊丹十三が目玉焼きの黄身をチューチューと吸い出す音など、独特な演出が満載なんだぜ。横に並んで食べる家族なんて、なんだかゲームみたいで薄気味悪いわね。優作さんの演技はどうだったのかしら？吉本は植物図鑑を持ち歩き、時には茂雪を鼻血が出るまでビンタし、かと思えば頬にキスをするという、距離感の読めない怪演を見せたんだ。圧巻なのは合格祝いのラストシーンだぜ。吉本がマヨネーズをぶちまけ、家族全員をボコボコにして、最後に食卓を豪快にひっくり返して去っていく破壊のシークエンスは、見る者を呆然とさせるのぜ。合格祝いで大暴れなんて、でも、それこそが偽物の家族を壊す、彼なりの一撃だったのかもしれないわね。そうだな。不気味でありながらどこか滑稽なこの役は、優作が演技派として新たな次元に到達したことを証明した、日本映画史に残る傑作だぜ。第3位、太陽に吠えろ、1973年、1974年、テレビドラマ。第3位は、松田優作の名を一躍全国区にした伝説の刑事ドラマ、太陽に吠えろだぜ。彼が演じた柴田純、通称ジーパン刑事こそ、日本のテレビドラマ史に最も鮮烈な記憶を刻んだキャラクターと言っても過言じゃないのぜ。なんじゃこりゃー、っていう有名なセリフの人ね。でも、どうしてそんなにみんなを熱狂させたのかしら？それは、それまでの刑事のイメージを根底から変えるような、泥臭くて人間臭い圧倒的なエネルギーがあったからだぜ。出演のきっかけは、飛び出せ青春の村の竹則さんが岡田プロデューサーに面白い男がいると推薦したことだったんだ。実はジーパンという名前の由来も面白くてな。文学座の先輩である西岡徳馬さんが用意したデニムの上下セットを着させられていた姿をスタッフが見たことがきっかけという説があるんだぜ。先輩に着させられた格好がそのまま名前になっちゃうなんて、面白いわね。それであの有名な最後に繋がるのね。ああ、第111話、ジーパン刑事最後の日は今も語り継がれる伝説だぜ。自分が守ったはずの男に撃たれ、溢れ出す自分の血を見て叫ぶなんじゃこりゃー、という絶叫は、なんと優作本人の発案だったんだ。当初は拳銃の恐怖を知るヒューマニストとして描かれていた彼が、最後はその不条理な暴力に倒れるという展開は、視聴者に強烈なショックを与えたのぜ。この殉職シーンの放送では、当時の視聴率 34.8% を記録するという驚異的な社会現象を巻き起こしたんだぜ。自分の血を見て驚くなんて、それだけ命というものをリアルに捉えていたのね。今のドラマにはない、魂の叫びを感じるわ。その通りだぜ。一人の若者が全力で駆け抜け、散っていく姿を優作が命がけで演じたからこそ、ジーパン刑事は永遠のヒーローになったのぜ。第2位、探偵物語、テレビシリーズ、1979年、1980年。第2位は、1979年のテレビドラマ、探偵物語だぜ。黒いスーツにソフトボール、サングラス。この作品で松田優作が演じた工藤俊作というキャラクターは、当時の若者たちのバイブルになった究極のヒーローなんだぜ。あのベスパに乗っている探偵さんね。すごくおしゃれで面白いドラマだったって聞いたことがあるわ。でも、どうしてそんなに特別な作品になったの？既存の探偵像をぶち壊したからだぜ。ハードボイルドなかっこよさの中に、優作自身の自由なアイデアと、本気と冗談が入り混じった独特の世界観を詰め込んだんだ。例えば、工藤俊作という名前は脚本家の柏原博氏の高校時代の先生が由来で、服部や松本という刑事の名も友人が由来なんだぜ。さらに、愛車のベスパも、岩城浩一氏からハーレーより絵的に面白いと助言されて決まったのぜ。先生の名前が由来なんて親近感が湧くわね。
ベスパもおしゃれなだけじゃなくて、そんな裏話があったなんて驚きだわ。細部へのこだわりも凄まじいんだぜ。カルティエ製ライターの火力を常に最大にしたり、コーヒーの湯気一つにまでリアリティを求めたんだ。本編や予告でプロデューサーに伝えとけなんて額やネタを飛ばす自由さもありながら、最終回では一転して、仲間を殺された工藤が復讐の末に刺されるという衝撃の幕切れを迎えるのぜ。生死不明のまま終わるその凄絶なラストが、見る者に強烈な余韻を残したんだぜ。刺されちゃうの。あんなに明るかったドラマの最後がそんなに重厚だったなんて。だからこそ、今でも忘れられない名作になっているのね。ああ、没後も工藤俊作の格好をしたファンが家の前でじっと立っているほど、時代を超えて愛され続けている、まさに伝説のドラマなのぜ。第1位、ブラックレイン、1989年。ついに栄光の第1位の発表だぜ。最後を飾るのは、1989年に公開されたハリウッド大作、ブラックレインだ。この作品こそ、松田優作という一人の俳優が命の10日を燃やし尽くして到達した、至高の終着点なのぜ。ハリウッド映画、日本を代表するスターとして世界に挑んだ、まさに伝説の一作ね。でも、この撮影の裏側には、胸が熱くなるような壮絶なエピソードがあるんでしょう？ああ、実はこの時、彼はすでに膀胱癌に侵されていたんだが、それを周囲に隠し、延命治療すら拒んで撮影に挑んでいたんだ。まさに命を削って演じたこの映画には、彼の役者としての執念が全て刻まれているのぜ。癌を隠してアクション映画に、想像を絶する覚悟ね。そもそも、どうやってこの大役をつかみ取ったのかしら？オーディションからして伝説だぜ。彼はその場で締めていたネクタイを外し、手錠に見立てて自分の手首に結びつけたんだ。その迫真の演技にリドリー・スコット監督は驚愕し、佐藤という大役を彼に託したのぜ。劇中では、若山富三郎を演じる菅井に対し、あんたほど長生きするつもりはないぜと言い放つシーンがあるんだが、当時の彼の状況を知ると、単なるセリフとは思えないほど重く、鋭く響くのぜ。自分の運命を予感しているようなセリフね。共演したハリウッドスターたちも、彼の迫力に圧倒されていたんじゃない？その通りだぜ。アンディ・ガルシア演じるチャーリーを殺害するシーンでは、優作の気迫があまりに凄まじすぎて、主演のマイケル・ダグラスが役名ではなく本名のアンディ、逃げろ、と叫んで NG を出してしまったほどなんだ。それから、うどんをすするシーンが欧米人にカルチャーショックを与えて話題になったり、日本人の矜持を世界に見せつけた作品でもあるのぜ。世界中のプロを震えさせたのね。でも、こんなに素晴らしい名作なら、いつでも映画館で見られるわよね。それがな、実は日本国内の上映権が2025年1月31日をもって切れてしまったんだぜ。だから、もう二度と映画館のスクリーンで彼の最後の勇姿を見ることはできなくなってしまったという、悲しい事実があるのぜ。そんな。もう銀幕では見られないのね。優作さんが命を削って残したこの輝き、映像ソフトや配信を通してでも、私たちもしっかりと目に焼き付けておかなきゃいけないわね。ああ、安心してくれ。映画館の大きなスクリーンで見られる機会は激減してしまったけど、映像ソフトや配信を通してその姿を追い続けることはできるぜ。優作が命を削って残したこの輝き、私たちもしっかりと目に焼き付けておかなきゃいけないのぜ。総評、まとめ。今日は松田優作さんの名作をたくさん見てきたけど、どれも魂が震えるような凄みがあったわ。40年という短い生涯だったけど、彼が残したものは本当に大きいのね。そうだな。アクションから始まって、最後には世界を震撼させる表現者にまで上り詰めた。常に昨日の自分を否定して高みを目指し続けた優作の生き様は、今の時代を生きる私たちにも強烈なメッセージを投げかけているのぜ。本当ね。彼の作品を見るたびに、一生懸命生きることの大切さを教えてもらえる気がするわ。よし、今回の解説はここまでだ。みんなが一番好きな優作の名シーンや、当時の思い出があれば、ぜひコメント欄で熱く語ってくれよな。このチャンネルでは、
これからも昭和の伝説的な映画やドラマをじっくり深掘りしていくぜ。今日の動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしく頼むぜ。それでは、また次の動画で会おうぜ。